写真スポットもありますよ。アザラシ救急車ってやつですね。アザラシ幼稚園で卒園した子たちがなんと今こちらでですね、怪我して保護されているということでね。ピーター・ビューレンと違うのは海に面しているってことですね。 I adopted Silver Chico for the second time. Yeah, so welcome in ACU. ACU started in... Hello, this is Tonton Chen. Yay, how are you today? ということで今日は ACU もしくは ACU っていうところに来てみました。アザラシ幼稚園で卒園した子たちがなんと今こちらでですね、怪我して保護されているということでね。アザラシ幼稚園はオランダには実は一つじゃないよっていうところでね、行ってこようと思います。はい、行っていきましょう。入ってすぐお土産屋さんがあります。ピンクのシャツ128、150円。あ、これ子供よ。あ、XL あった。これ可愛いんじゃない？こんな感じのシャツ。これかっこいいんじゃない？パーカーとかよくない？これかっこよくない？いいわ。あ、フォトフレームとかもある。茶柱発見。早速中に入っていきましょう。こんな感じになってますね。はい、こんな感じで、ここの施設、海の話かな、海とかの話が書いてあります。建設してる時の様子とかこんな感じで面白いね。アザラシ幼稚園と全然違うよ。中はこんな感じです。こう子供が遊べる感じになってんのかなっていう感じで、あっちの奥の方はアザラシね、手術の模擬練習的なことができたりとかで、こっちで、その魚とかをなんか準備したりとかしてるところですね。はい、今やってる様子映ってないんですけど、人映さないでってことだったんでね、こんな感じで、はい、餌のやり方って書いてありますね。こうまずはこう流動食、さっき映ってたやつねで、やっと魚1匹丸ごといけるようになってからこんな感じでもう抑えずにあげられるようになって自分で取れるようになると、こういう感じの段階の説明も書いてあります。3つには剥製がありますね。ピーター・ビューレンと同じような感じで骨格の違いとか、こんな痩せ細っちゃってるんですよって感じですとか、これがラングワームってやつですね。ハイムシ。前の動画ピーター・ビューレンの方でね紹介したラングワームの種類とかです。こっちの方行くと144電話してくださいって書いてあります。 Help ってね、小アザラシとか怪我してるのを見つけたら144に電話してくださいと。こちらが A シール版のアザラシ救急車ってやつですね。画面に出てるかな。ピーター・ビューレン版はこんな感じだからちょっと大きめな車なのかなっていう感じですね。今見えてるのは1台だけなんですけど、でこっちの逆を見るとですね、こういう、イラスト的なデザインされた壁。こちらですね、Jeg vil talk of Lust、ピース、平和となんだっけ、休みが欲しいでしょみたいな、平和でいたいでしょみたいなこと言ってますね。で、なんだ、Als een pop op het strand ligt hij meestal aan het rusten。野生のアザラシのようにここのアザラシたちも同じように休んで寝たりしてますみたいな、意訳してますけどね、大体やってると思います。でこっちが、ベンゾテルルクオンマインパプテフォーデン、発音おかしいかもしれないけどね、意味は子供のために、餌を持ってくるから待っててと親アザラシが言ってると。ちょっとだけオランダ語を披露してみました。
こんな感じの写真スポットもありますよ。アザラシとこっちにビッグシールズ、でハッシュタグがアーシールステレンダムですね。はい、面白いでしょ手術室の感じが分かるようになってるってとこですね。白衣を着て、まあ子供用なんで僕は着ませんけども、はい、こんな感じで、あ、ちっちゃい、低いな。これ手術台で、こうレントゲンをこうね取って検査するんですよみたいな。ここに吊るすのかな、これは。はい、こんな感じでこういうのを使うんですよとかいうもろもろね、目のチェックとかいろいろ。でこの餌やる、さっきの流動食やってた機械とかですね。はい。ピーター・ビューレンと違うのは、下にこう窓があって覗くんじゃなくて、ここから上から覗く感じですね。覗くとこっちのカメラで撮った映像に切り替わります。こんな感じになります。でこう台の上に乗ってよいしょ。こんな感じで撮影してんのよ。でここにねクッションがあって可愛くない？だから膝ついてね、本来カメラ持ってる人いないので、こんな感じで撮るわけですね。はい。皆さん、これ何だと思います？これはコインを入れて寄付する、アトラクション的なやつです。ちょっと入れてみましょう。ここに「Put the coin here」って入ってるから、ここ入れます。これヨーロッパのコインね。いきますよ。ほい、これ回ってた。こんな感じでね、寄付ができる。これね、はい、ピーター・ビューレンにもねあったんだけどね、最終日2日前かに行った時はこれがなかったっていうところでね、寄付するマシーンとかがないのかな、なんかこうカードでピッてやるようなやつがないのかななんて思ったりするんですけど、はい、A シールの1000、これモザイクアートになってるんで、全部アザラシじゃない？ほらほら、今まで助けたアザラシたちなんじゃないこれ。すごい。Presented by the volunteers of the seal in honor of the rescue of the 100 seals。 じゃあ1000匹やっぱりそうだ、保護した時の記念。はい、ということでね、あちらで今餌やりタイムをやってたのでちょっとね撮影したんですけど、ピーター・ビューレンとはねちょっと雰囲気が違うかなっていう感じ。台の上に乗らないと見えない感じで、さらに奥にはガラスのゲートがあるので、その机の上からじゃないと綺麗に見えないみたいなところですね。たまたま12時からご飯タイムってだったってことでね、見させていただきました。ピーター・ビューレンの場合はプールが3つ4つあって、そこに何匹もいるってことが多かったんですけど、ここはもう本当に怪我して隔離されてる子が多いのかなっていう印象ですね。外にもプールあるのでちょっと行ってみましょう。外はこんな感じで、地図っぽくなってるのかな。ハーレングビレート、地図だね。ここを先に向かっていくと海です。アシールだから A シールは海に面してるってことですね。もうこっちの方海です。でさっき餌やりシーンが見えたのがこっちになります。これをね内側から見てたみたいな。だから外側から見てもあんまり分かんない感じはあるよね。室内でね、
天候関係なく見れるっていうのがいいんじゃないですかね。ピータービューレンもね、内側からフェーズ3なんかはね、プールの下から覗けたりしたし、ピータービューレンだとね、僕の向かい側が草原が広がっている感じで、子供たちが歩き回ってね、冒険できるような状態になってたんですが、これ反対見てみて。海すごくない？こんな感じになってますよ。はい。でね、さっきね、ドローン飛ばしたんですけど、ちょっと風が強すぎてね、電波エラーみたいなの起きちゃったんで、こっち側からは映せないんですけど、なんとなく伝わってると嬉しいんですが、はい。あと施設情報としては、外にトイレがちゃんとあります。で、カフェみたいのはなくて、レストラン併設みたいなところで、外出たところにレストランがまあ一応ある。あとね、この近くにね、フィッシュ&チップスが美味しいお店があるので、そっち行っても面白いのかもしれないですね。で、こっちに多分フェーズ3なのかな、あの子が、あ、こっち見てる。これだと映んないかもしれないけど、映ったかな。2匹あっちで寝てます。こんな感じになってます。で、これをこっちのカメラで撮ってみますね。はい。柵があるってあれだけど、ちょっとズームアップすると見えるかな。ちょっと曇って見えるのはね、ガラスがあれだからなんだけど。あくびしてる。ほら。かわいいね。で、カモメもいます。あ、動いた。はい。こんな感じで、こっちの2つのプールかな。こっちのプールと、こっちのプールと挟まれて今2匹がいるっていう状態ですね。こんな感じのが外で見えるとこ。あっち、こっちがさっき内側で餌やりのね、個別に1匹ずつ餌あげてたとこの子たち。多分、ピータービューレンでいうところのフェーズ1になるのかな。流動食を食べてたからね、っていうところでね。はい、こんな感じの施設紹介、どうすか。はい、ということで、こんな感じですね。で、ここからライブしていこうと思います。ライブをどうぞ。それでは皆さんお待ちかね、シルバーチコのところに行きましょう。シルバーチコはですね、こっちにいるんですよ。ここにいます。ここから立って上がって見ると映ります。I adopted Silver Chico for the second time, and he is now here with lungworms. はい、ということで、なんと奇跡が起きましたよ。シルバーチコの里親さんにお会いしました。しかも卒園式に参加された方、先ほど映ってましたね。すごい。それでここでね、保護されてるって聞いて来ちゃったみたいなね。すごい出会いでしたね。素晴らしい、超すごい。Yeah, so welcome in ASEAL. ASEAL started in 2015 and we are responsible for the 6 seals from the Belgian border until Amsterdam. So that's especially grey seals and harbour seals. We are now 11 years further and we have already had 1,290 seals came in our center. So that's really a lot of seals. We are in the winter period now, so we have a lot of grey seals.
This is a harbor seal. He is sick because of lungworms, so he's got a lung infection because of the parasites. A seal has got a capacity of around 27, 28 animals, and yeah, like this. Yeah. So this is our hospital. So this is the place where we do the operations of our seals. The last couple of weeks we had quite some operations, like amputation of a hind flipper, removing of an eye. So we have something like 15 operations per year. Yeah. So this is the operation table, and this is for the narcosis. Yeah. So this is our hospital. The operation lamp. Yeah. So let's go to the X-ray room now. Yeah. So then this is the X-ray. Yeah. Lots of our seals, they have got problems with the lungs. So that is why we always take an X-ray photo of their lungs. Then based on the lung photo, we can start the therapy. So well, ACL doesn't receive support from the government, so we really need your support. So please help us with donations. Like if you help us, you will help the seal. So please help us. Thank you very much. はい、ここからはですね、ホームページを見ながら施設の情報をね、見ていきましょう。画面切り替えます。はい。ということで、こちらが ACL Zeehondencentrum ステレンダムのホームページになっております。英語版を見ております。オランダ語版も見たんですが、ちょっと見た目が違いますが、まあ、基本的な情報は一緒なのでね、英語版で見ていこうと思います。ということでですね、こちらのホームページで、まずどこにあるのかっていうのをね、ここで見ていきましょう。Visit Us っていうところを見ます。はい。こちらにですね、いろんな場所の情報が載っております。こちらですね、アドレス、こんな感じで、メールアドレスがここに載っております。場所はですね、ステレンダムっていう場所にありますね。ステレンダム、こちらですね。ピーター・ビューレンのアザラシ幼稚園はピーター・ビューレンっていう場所にあるわけです。で、そちらはですね、ワッテン海、オランダの上の北の方ですね。北の方のワッテン海の近くにあったのがピーター・ビューレン。皆さんがね、24時間ライブとか見てるピーター・ビューレンですね。で、こちらはですね、ステレンダム、Google マップとかね、検索していただくとわかると思うんですけど、南の方にあります。なので、ピーター・ビューレンへはアムステルダムを拠点とすると、北に2時間半走ったところがピーター・ビューレン。こちらはステレンダムで、アムステルダムから南に、1時間ぐらいかな、走っていくと着く場所にあるのが、こちらの ACO ステレンダムになっております。オランダ近郊ないし、ドイツとかね、にいらっしゃる方は、ぜひいらしてみてください。っていうことでね。皆さんが気になるところはね、寄付の仕方だと思うのでね、この辺見ていきましょう。Adopt a Seal っていうのがあるのでね。はい。細かくね、いっぱい書いてありますが、基本的には、ピーター・ビューレンと同じなのかななんて思っておりますが、これだと見にくいので、これを日本語に変えましょう。ポン。はい。ちょっとね、変な訳詞もあるかもしれないけど、なんとなく意味がわかるんじゃないかなと思います。独占的採用。その一頭に対して寄付をするっていうやり方ですね。唯一の浄土者、里親になって名前をつけて、入場券10枚と、その証明書ですね、をもらえます。里親証明書ですね。で、リリースされる準備ができたら、自分で、アザラシを箱をね、開けることができる。卒園式に参加することができますよと。これが600ユーロです。で、これは、ACL にいる間のいろいろな諸々の費用が含まれてますよってことですね。で、こちらはですね、メールで問い合わせてやるっていうやり方ですね。ピーター・ビューレンの場合はちょっと違ったんですよね。この子の親になるってその子それぞれがホームページで見れたんですけど、これはなんかそういう感じじゃないみたいですね。メールのやり取りをして決めるみたいな感じみたいですね。次が共同採用。こちらは50ユーロで養子縁組をして、無料チケット2枚を受け取ることができると。で、この証明書ももらえるんだね。養子縁組証明書ももらえます。で、その子の成長の様子とかが、その人だけに、伝えられるのかな。こちらもメールですね。50ユーロで、共同採用っていう形で、命名権はないんだよね、これきっと。命名権はない形で、その子に対して50ユーロ、里親になりますよと。で、共有
共有っていうのは何でしょうね。シールを共有する。シェアシェア。クルーズツアー的なやつですね。養子縁組証明書と写真撮影1回がすることができると。これはグループで払うやつなのかな。値段書いてないので、まあそれは交渉次第になるんですかね。まあパーティープランって感じですかね。で次は企業による採用ですね。最近、ピーター・ビューレンの方でも本屋さん、辰巳だったっけ？辰巳っていうアザラシが誕生しましたけど、これアザラシ丸ごとブックの出版社様がね、最近ピーター・ビューレンの方でやりましたけど、そんな感じですよね。企業による採用2000ユーロでその子に名前をつけて、その企業のね、なんていうんですか、アピールとかに使用することができるみたいな感じですね。で、最大50名のツアーとか、いろいろできますよと、ウェブサイトとか Facebook で、いろいろね、紹介されますよっていうような感じですね。はい。なので、ちょこっとやり方が違う感じの内容になっております。なので、基本的にはメールを送って、やるっていう方法ですね。命名権とか里親になりたい場合は。ただ、そうじゃないやり方もあったので、例えばですね、こっちですね。この上のサポートアスっていうのを見ると、こちらですね。これでね、何が書いてあるかっていうと、古いスマートフォンを回収していますっていうことになってます。だからまあ、リサイクルするっていうことで、その、古いスマートフォンを提供することで、それでもね、寄付の対象になるっていうね、面白いやり方ですね。寄付者になってください。こちらは月額3ユーロで、寄付することもできると。で、ニュースレターとかが届いて、ポストカードとかもらえるの？面白いね。で、月額5ユーロでポストカード2枚とステッカーが1回届く。ちょっと得点が増えてる感じですね。で、月額10ユーロから寄付者の夕べへの招待っていうのはパーティーかなんかなのかな。ちょっと英語に戻しますね。Donors Evening、パーティーみたいなもんですね。で、ウェルカムギフトとしてカード2枚、ステッカー、キーホルダーもくれるって。で、フォームにデジタルで記入してください。フォームに記入ですね。だから、50ユーロとか、そんな大きな金額じゃなくても、3ユーロ、5ユーロ、10ユーロということができるという感じになっていますと。で、スポンサーになる。スポンサーになるっていうとまた違う話なんですね、きっとね。なんか大きな話になるんでしょうね。ちょっと詳細が書いてないので、このパッケージを見るとエラーが起きるっていうことでね。それはまあ、だからメールで問い合わせた方がいいんじゃないのかなっていうような感じですね。今ホームに戻りました。面白い情報こっちニューっていうのをやります。そうですね。この左側の方を見てください。Junior Seal Keeper for a Day っていうのがあります。これはですね、14歳から16歳の間の子に対してケアテイカーだから A シールの施設でいろいろ体験することができるということができるそうです。どういうケアの仕方、掃除の仕方、餌のやり方とかね、子供たちにとっていい経験になるんじゃないでしょうかねっていうような体験ができますと。右側の方を見ると、こちらはなんかパッケージ的な近隣のスポーツセンターないしアクティビティのセットプランみたいなやつですね。それを購入した場合 10% の入園料割引があったりとかするっていうような感じですね。下の方を見ていくと、チルドレンズパーティーということで、バースデーパーティーを主にね、こちらでやるのはいかがでしょうかみたいなね、提供をしております。だからバースデーパーティーで、こちらの施設に赴いていろんな体験ができるみたいなね、ことができるようです。でその右側に行くと、これがピーター・ビューレンにはなかったものになると思うんですね。Seal Keeper for a Day ということで、Helping with Feeding the Seals。だから餌やり体験とか、Preparing the Seals Feeding。その餌の準備を体験するというようなことができるってことですね。まあさすがに手術に立ち会うとかね、そういうのはできないんですけど、お手伝いっていう体験をすることができるっていうようなね、貴重な体験ができると。でこちらはサイクリングのなんか 10% 引きとか、このボートの 10% 引きとかいろいろあるんですけど、まあ、あれですかね、体験できるっていうのがピーター・ビューレンとはまた違う面白さなのかななんて思ったりします。はい、こんなところです。
はい、ということで今回特別に今内側に来させていただいてます。グラブして長靴も履いてライブの途中だったんですけど、で眼鏡曇るんでちょっと撮ったんですが、今ここでねヤータイムを撮ります。レッツゴー。We'll turn so you can film it easier. You will have to remove this pin. あ、すごい、これはすごい。Yeah, so we're going to give him a second one. And no porridge. No, yeah. This will stop. Yep. Okay, that's it. ナイス。すごい、こんな感じ。今日最高だね。Yes, so that was a very special moment because it was only the second time that the seal got fish and it went really like this. So second time, best time. And you were there. You're not so hungry now, eh? So we fed them at 11 o'clock already, so maybe that one. Oh.はい、ということで行ってきました。シール、格好変わりましたね。これ、わかんない人はライブ見といて。あと、お土産も買ってきました。今回もプレゼント企画やろうと思います。後でね、その動画撮ろうと思うんですけど、シールでした。超楽しかったね。まあそんなところで、マネージャーさんに会ったりして、いろんなね、施設内のいろんなことを紹介できたかななんて思います。ピーター・ビューレンの時はね、行ってすぐいきなりお話できるっていうことではなかったんですが、今回はね、すごくね、いろんなところでいろんな方が協力してくれて、いろんな形になりました。なのでね、そんな感じの動画になっていれば幸いです。ということで、この動画楽しいと思った方、ぜひライクボタン、あとトントンリキ、アザラシ YouTuber みたいな感じでね、新しい顔になりました。ということで、そんなトントンを見たい人はぜひ、チャンネル登録もしておいてください。じゃあまた。バイバイ。